はい、皆さんこんにちは。酒井翔吾です。酒井ラブスモーツァルト、第7回目。今日はオーボエコンチェルトオーボエ協奏曲ケッヘル314番、1777年21歳の時、モーツァルト21歳の作品です。はいはい、わかりました。まずは譜面と一緒に、音を聞きましょう。どうぞ。わかった。はい、いかがでしたでしょうか。今回は、オーケストレーションが話の中心になると前回予告の方で申し上げましたけれども、何でしょう。オーケストレーション、そのオーケストレーションってもその分厚いオーケストレーションの話ではないです。今回は、モーツァルトがいかに刈り込んで無駄のない、譜面を書くかというところの、説明のために、この例題を選びました。今回その譜面と一緒にご覧になって分かると思うんですけども、ファーストバイオリンとセカンドバイオリン、これでほとんどの伴奏を構成しております。ちょこっと出てくる、オーボエ、伴奏側のオーボエとホルン、それからチェロに至ってはもうほとんどめったに出てこないというぐらいの、節約ぶりですね。これは手を抜きたいからでそうやってるわけではなくて、僕もプレススタートというものを、10年ほどやって、毎年毎年譜面を書いていてオーケストラを鳴らす機会に恵まれたんですけれども、薄い譜面っていうかファーストバイオリンとセカンドバイオリンでこういうことをやってみたいなっていうことは何度も考えました。何度も考えましたけども、恐ろしくてできません、こんなことは。この第1バイオリンと第2バイオリンだけで長くなんか木管の伴奏を書くなんていうのはもう憧れますけれども、やっぱり怖くてできない。その理由の一つに、やっぱり何でしょう。薄かった時に足すことっていうのは簡単ではないんですね。つぼったく書いといて、ちょっと重たいな、オーケストラが鈍調になってしまっているなっていう時には、すいません、ホルンさん、ちょっとそこはやっぱりお休みしてくださいとか、書き込むことは簡単にできるんですけども、最初からこのような譜面を書けるっていうのはちょっと、やはり相当自信がないと、オーケストレーションというものに自信がないと書けないですね。今回その何でしょう、ファーストとセカンドだけで、その伴奏を構成しているっていうために、僕は今回の録音したこの音源の方にはファーストとセカンドっていうのはこうパンニングを全く逆にしました。いわゆる対向配置というやつです。普通オーケストラはファースト、セカンド、チェロ、ビオラっていうような並びになるんですけども、今回の音はファースト、セカンドも対向ですね。指揮者をセンターにして反対側にファーストとセカンドが対峙する。そして、セカンドとビオラっていうのは普通は刻みを一緒にやるもんですから隣同士、そしてチェロとファーストバイオリンが、隣同士という形にしました。左からもう一回言いますと、ファーストバイオリン、チェロ、ビオラ、セカンドバイオリンっていう順番ですね。でこういった配置はヨハン・シュトラウスなんか非常に有効でして、ヨハン・シュトラウスなんかメロディーをファーストとセカンドで、オクターブ依存でやるんですね。オクターブでこうターランランっていうふうにやって、でセカンドとビオラでチャッチャチャッチャチャッチャっていう、刻みですね。
そういったものを、こちら側のセクションでやらせる。その時にお互いに聞き合うのにもちょうどいいということで、そういう形になるんですけども、ということで、ここで思い出すのがですね、映画アマデウスという映画の中でフィガロの結婚を上演した際、当時の皇帝ヨーゼフが舞台の上に上がってきます。そして、ブラボーブラボーとか言って、モーツァルトがこうお辞儀をしてありがとうございます的なことを言います。そして、いかがでしたでしょうか皇帝っていうようなことを、感想を求められた時にヨーゼフはって言ってちょっとその、側近にちょっとなんかいいアイデアないかみたいなことを聞いたときに、実は音が多いようなっていうことを、彼が、進言するんですね。そう、モーツァルト、君はちょっと音が多すぎる。人間はいっぺんにそんなたくさんの音は聞けないから、もうちょっと減らした方がいいなっていうふうに言ったんですね。で、その時にモーツァルトは皇帝に噛みつきまして、どこが多かったですか？多いところは一つもありませんというふうに言うんですけれども、多分あれは本当にモーツァルトの気持ちそのままじゃないかな、あれが映画に出てるなと思ったんですけども、今回のオーボエコンチェルトのこの伴奏を見ても思うように、本当に最低限のもので薄くしかし必要なものだけがあるというような譜面になってます。僕は一度こういう譜面を書いてみたい、こういうものをオーケストラで鳴らしてみたいっていうことで何度かトライしようと思いましたけどもできなかった、そういう挫折も含めての、モーツァルトすげえなっていう、オーボエコンチェルトの話でした。こういった話をですね、実を言うと去年、もう結構寒くなってたから秋口かな、編曲家の松崎邦夫さんという方、NHK の、シンフォニックゲーマーズなどの編曲もやってらっしゃる方ですけども、彼とお会いして、こんな話を、彼としました。モーツァルト談義をあの時は結構させてもらって楽しかったなっていう思い出があります。モーツァルトの対談などもやりたいなっていうことを言いましたけれども、そうですね、松崎さんとかいいかもしれないとかちょっと今思いました。はい、今日は短いですがここら辺で、それではありがとうございました。失礼します。